はい、今回はシネマ 4D 入門解説の2回目としまして、こんな感じのベタ塗りの床と背景の作り方をご紹介していきます。シネマ 4D を使い出して動画を作る練習をしていると、最初に困るのがこの背景の部分になってきます。練習しながら毎回いろいろ背景を作りながらやっていってもいいのですが、そうするといろいろな機能を実験しながら作っていくのに時間がかかってしまいますので、最初はこの無地の床と背景を使いながら作っていくと効率的に練習することができますので、今回はこちらの作り方をご紹介していきます。まずはじめにオブジェクトとなるテキストを配置していきます。ペンを長押ししてテキストを選択。文字を打ち替えます。そして行揃えを中央。文字の間隔を調整します。カーニングにチェックを入れて距離を調整します。こんな感じですね。そしてチェックをオフ。次にこの文字を立体化させます。SDS サブディビジョンサーフェイスから押し出しを選択。テキストを押し出しの中に入れます。これで立体化できました。色を入れていきます。作成、新規マテリアル。マテリアルをダブルクリック。色を設定します。そしてマテリアルを押し出しに適用。これで立体文字が作成できました。次に床を作っていきます。床を選択。これで床が作成されました。同じように床にも色を適用します。ダブルクリックでもマテリアルを作成することができます。ダブルクリック。これで新しいマテリアルが作成されましたので、ダブルクリックして色を設定します。真っ白にしておきます。そしてこの白を床に適用します。すると、こんな感じで床ができています。今、ライトがないので暗い状態となっています。ライトを作成します。ライト。配置します。位置を後ろに少しずらしておきます。レンダリングすると、こんな感じですね。そしてライトを選択してライトの設定の影の項目、エリアに設定します。すると、レンダリングで影が落ちるようになります。これだけで空間感は表現できてますね。これでオブジェクトと床が設定できましたので、次に背景を作成します。床を長押しして背景を選択。背景が入りました。この背景にも床と同じマテリアル、白を適用します。そしてレンダリングすると、こんな感じですね。この背景はライトの影響を受けないので真っ白な状態となっています。ここまでできたら次にこの床を背景に合成します。床を選択してタグ、シネマ 4D タグ、コンポジットを適用します。するとこの床にこのコンポジットのタグ、これですね。コンポジットが適用されました。そしてこのコンポジットタグを選択すると下にコンポジットタグの設定項目が出てきます。このタグの項目、背景に合成をチェックします。そしてレンダリングすると、もうこれだけで真っ白なベタ塗りの空間を作ることができます。アングルを変えても途切れることのないベタ塗りの空間ですね。ですが床があることで影が落ちるので、パース感、空間の向きがわかるような感じですね。といった表現を作ることができます。そしてマテリアルの色を変えると、例えばこのもともと白くしていたマテリアルを色を入れると、空間の色も変わり、文字の色ですね。変えると、もうそれだけで色を変えることができます。この状態でいろいろな機能を試しながらアニメーションを作ることで効率的にシネマ 4D を練習することができます。例えば、ここでは簡単なものとして、文字が押し出しを選択して、時間を進めたところで、選択オブジェクトを記録。0秒の時に
オブジェクトが下にあると。そして記録。再生すると下から上に出てくると。こんな感じですね。そしてこういった時も、この見た目上は床はここで切れているのですが、レンダリングした時にはループしているので、この床の下にある部分は見えない形となります。さらに、カメラを配置します。そしてカメラを選択してカメラをオンにして、角度0、0、真正面の状態にして、ざっと中央に配置します。これを決め位置として、ヌルを作成します。ヌル、見えないオブジェクト、ないオブジェクトですね。これを、この文字の中央に配置して、カメラをヌルの中に入れます。そしてヌルを選択して時間を進めて、この状態を記録します。選択オブジェクトを記録。そして時間を0秒に移動して、回転してヌルを回転させます。この状態で記録。すると、こういった形のアニメーションですね。カメラをオフにして引きで見てみると、このヌルを中心に、ヌルに追従するようにカメラが回転しているといった形ですね。カメラをオンにします。この状態でレンダリングすると、こんな感じのアニメーションとなります。こんな感じでベタ塗りの背景を使うことで次々といろいろなアニメーションや機能を試しながら作っていくことができます。今回は以上です。またお会いしましょう。